皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、入院中の出来事の第5回で、このシリーズの最終回になります。テーマは、絶対に幸せになれない人とは、です。このテーマを聞くだけでも、動画を見るのを止めとこうとする人もいると思います。身も蓋もない物言いだと言われそうですが、あえて動画にしようと思います。私の考察で結論を言うと、絶対に幸せになれない人というのは、達成感を味わったことが圧倒的に少ない人、そして他人を喜ばせるなど、他人を幸せにしてこなかった人です。そういう人が困ったことが起きた時に頼る人は大抵決まっていて、普段はその人から嫌がらせや八つ当たりを受けることが多いと思います。でも、その人が困ったといえば、助けようとする人だと思います。ですが、困ったことが解決すれば、その人はまた元に戻るだけで、嫌がらせや八つ当たりがなくなることはありません。助けようとする側にも限界があるし、その人の幸せを心から願うことはさすがにできません。でも、絶対に幸せになれない人は、ものすごい耐え難い苦しみを抱えている。だけど、これに関して、いくら考えても、私はどうすべきかがわからない。なので、このことを動画にすることにしました。この動画を見ることで、被害者側の人の心が少しでも軽くなったらいいと思うし、絶対に幸せになれない人を幸せになれる人に変えられる人が出てきたらいいなぁと思っています。ということで、ここから始めていこうと思います。もし、この動画について何か感じることがありましたら、ぜひ、コメント、高評価、投稿などをお聞かせください。また、よかったら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、始めますね。誰かと関わろうとするとき、必ず、上下の関係で絆をつなごうとする人が、たまにいます。そういう人は、物事をいつも、勝ち負けで見ている気がします。自分は、常に勝ちで、相手は、常に負けとか、自分は常に上の立場で、相手は常に下の立場という感じ。関係性がひっくり返ることは、そういう人にとって、ありえないこと。そして、人との関わりが横並びのフラットな状態も、その人にとってありえないこと。入院患者さんの中にも、そういう人がいました。ここでは、その人を B さんと呼ぶことにします。私が入院したての時に出会ったのが、同室だった B さんだったんですが、まだ B さんがどんな人かわからない状態で話す機会がありました。その時は B さんと会話も弾んで、とても面白い人だなぁという印象でした。それ以降、話す機会がなかなかないうちに、同室のもう一人、A さんと話す機会が巡ってきました。A さんとは、以前の動画でお話しした人です。私のマイナス思考的な考え方を変えるきっかけをくれた人です。A さんとは価値観が似ていて、すぐに意気投合したため、すぐに仲良くなりました。それが B さんにとっては気分が良くなかったのか、それ以降 B さんの機嫌が悪くなったのを感じて、B さんに話しかけづらくなってしまいました。それ以来、B さんの私への接し方がひどくなりました。看護師さんに告げ口したり、寝かさないように音を立てたり。でも、そんなことをしても、多分、私とは、また仲良くお話がしたかったんじゃないかと思います。B さんが退院の日に、病院側と少し揉めていて、話がついた後、ああ、今日は、薬日だ、三輪棒だ、と、私に聞かせるように、大きな声で話していたから、私に、そうですね、ひどいですよね、と共感して欲しかったんじゃないかと思ったんです。でも、その時の私は、揉めたのも B さんのわがままだと思ったし、共感もしたくなかった。この程度で、薬日だの、三輪棒だの、言うなんて、なんて楽勝な人生なんだろうって思ってました。B さんは、病院で関わる人のほとんどと、
このような関係を築いていました。B さんが上、特別な立場で、他の人は下、B さんを敬う立場でないといけないような雰囲気。それを B さんが放ちまくってるから、看護師さんたちも B さんに気を使っているように見えた。厄介な人なのに、仕事だから気遣ってもらっているのに、その優しさに気づくこともない。みんなに平等に接しているのに、優しさに気づけないから、自分だけ卑下されていると勘違いして、看護師さんに当たる。自分から突っぱねておきながら、ほったらかしにされたら、かまってちゃんを発動する。そんな姿、自分で鏡で見たことあるんかな、滑稽やわ、と思ってしまう。私って、結構、ひどい人かな。ああ、ブラックアボちゃん、デビルアボちゃんをとうとう出しちゃった。でも、もうそっちも出していくね。話を戻しますね。そんな B さんだけど、数日、ベッドが隣同士だったからか。感じ悪い近寄りがたさと同時に、心細さや寂しさもなんとなく伝わってきました。本当は、みんなと仲良くしたかったのかな。なんで、自分だけ構ってもらえないのかな。と思っていたんじゃないかなと感じました。いや、構ってたし、気づかなかったのは B さんじゃんって突っ込みたくなるけど、構ってもらっていること、その優しさに本当に気づかないとしたら、ちょっと B さんへの見方が変わると思う。B さんのような人は皆さんの近くにもたまにいますよね。私の身内にも B さんのヘビー級版みたいな人が2人います。どんなに尽くしても全然伝わらない。何をしても喜んでもらえない。調子がいい時は態度が横柄で偉そうな口を聞くくせに、言ってることに一貫性がなくてプライドがない。そのくせ、困ったことがあったら平気で頼ってくる。身内なんだから助けるのが当たり前くらいに思ってる。逆に、こちらが困ったことがあって相談しても、向こうが調子がいい時は絶対に連絡してこないし、連絡してくる時は暇だから時間つぶしに話に付き合うという感じ。いや、自分の方が相手より不幸でないと確認するためかな。こっちの方がしっくりくる感じがします。じゃあ、なんでこうした思考になるのかについて、ここから私の思っていることを話しますね。なんとなくですが、こうした人は幼少期から美人だったり、特別可愛い人だったりと、見かけがいい特徴を持っている感じがします。小さい頃から可愛い可愛いと言われ、周りの大人からちやほやされる。学校に通うようになってからも、周りの子たちから好かれるだろうと思う。いつも困ったことがあれば、周りの人の方から助けてくれる。子供同士なら、それでいいんだけど、問題は、大人がそれをしてしまう時に発生する。可愛いから、ついつい、構ってしまいたくなるのはわかるけれど、それが行き過ぎてしまう時が問題。構ってくれなくても、本人が自分でできることを、奪ってしまっているのに気づかないのが問題。助けが必要でない時に、周りがその子を助けると、その子は何も自分でなすことができなくなる。だけど、他の子は、その子のように構ってもらえないから、自力でこなしていくようになる。自力でやる子は、できたことへの達成感、できなかったことでの、自分の今の能力値を知る。でも、必要以上に構われた子は、そのことには気づかない。気づくのは、自分が他の子とは違う。自分は特別であるという、間違った意識。私は頑張らなくても、周りが助けてくれる。だって、私は特別だから、こんな考えを持つようになる。こんな考えにさせてしまう親は、前回の動画で話した、私にとって魅力のない人だと思う。自分軸がなく、他人の人生で、自分の存在を大きくして、自分の存在を確認するような人間。そんなことも気づいていないような、浅はかな親は、子供の可能性を潰す。可愛い子、自分のお気に入りの子だけを可愛がり、エコひいきする。子供同士で
問題が起きると、意味もなく、親にとって可愛い子の味方をする。たちが悪いと、可愛い子が単独で問題を起こしても、別の子のせいと言われることもある。こうして、兄弟姉妹の間で格差ができる。優遇された子は、自分は特別という意識がさらに強まる。冷遇された子のことを見下すようになる。だから、人との関わりを持つときに、無意識で上下の関係で絆を結ぶようになるのだと思う。さらに、周りが余計なことまで世話をするので、自力で何かを成し遂げる経験が少なくなる。もともと持つ能力で、簡単に何かを成し遂げても、満足できる達成感は味わえない。ちょっと難しいことだからこそ、自分で考え、工夫する。次に、頭を下げて誰かの助けを借りる。以前の自分より、成長できた実感があるからこそ、達成感を味わえる。魅力がない浅はかな人は、これまた、何の苦労もしないでできることしか、手助けしない。でも、優遇された子は、こんな親が好きな場合が多い。だから、親のやり方に疑問を持つことがない。冷遇された子がバカなのだとさえ思ってる。そして、優遇された子が大人になり、子を産む。子がまだ幼く可愛い頃はいいが、子が自分の意識を持つようになると態度が変わる。子は子で、親を疑わない場合、親と同じような行動をとるようになっていく。だけど、親のように特別視されない。むしろ、冷遇された方に似てると言われ、邪険に扱われるようになる。やがて、その子の心は荒れる。態度も悪くなる。でも、親が努力しないから、子もどうすべきかわからない。浅はかな親が、浅はかな子を産み、その子がまた、浅はかな子を産む。もう、負の連鎖。これを2世代にわたって、見せられる方はとても辛い。自分が、何のために、謝りたくなくても謝り、犠牲になってきたのか。自分さえいなければ、きっと家族は幸せになるだろうと思ってきたのに、そう思って耐えてきたのに、それが全部無意味だったと分からされる。それだけでなく、また、自分のように理由もなく、責められる子が増えていく。でも、浅はかな人たちは、相変わらず、気づかない。なんとも言えん。もう、過去には戻れんから、ただただ、後悔するばかり。こんなことなら、謝らなきゃよかった、と思うけど、知識と経験のない子供が、大人の親に、口答えするなと言われ、毎日叩かれたら、謝ってしまう。それに、自分の親の方が間違っていると、なんとなく思ってても、大人だし、自分の親が間違っているとは、子供ながらに思いたくない。自分がおかしいのだろう。頭が悪い。要領が悪いと思うしかなくなる。自分はまともな人間ではなく、人よりはるかに劣っていると思うようになる。そうやって、優遇された側も、冷遇された側も、いびつな考えを持ったまま、大人になっていく場合もある。でも、年を取るにつれて、優遇された側が、世間から優遇されなくなる時がいずれは来る。人との関わりが、見た目だけでなく、人間性も加味されるようになってきた時、事態は変わってくる。周りはいつものように助けてくれないし、努力しなかった分、他人よりできないことが増える。そして、次第に冷遇される。今まで冷遇された側が、自分より幸せそうに見えた時、その心は狂ったように暴れる。自分が上下の関係で、下になったと思わされるから。自分が特別でなくなった、見下される側になったと思いたくないから。そのような場面に何回も出くわすようになると、常に上でなきゃ気が済まない人は、他人を幸せにするような行為はしない。他人の幸せイコール自分が下で見下されるから。この構図が兄弟姉妹間で起きると、優勢側だった方から、劣勢側だった方は強烈な責めを受ける。親子や夫婦など、近ければ近い関係ほど、強烈で耐えられない苦しみを与えられると思う。
劣勢側は、なるべく耐えると思う。でも、ある時、我慢の限界を超える。頭で耐えられても、体が耐えられなくなってしまう。精神的な攻めを受けても、体にダメージを食らう。でも、何度もできる限り、許して、時間が経てば、また受け入れる。それでも、本当の限界が、いつかは来てしまう。そうなったら、もう、劣勢側は、会おうとはしない。許すことが、相手のためにならないと悟るから。そうやって、優勢側は、だんだん、大切な人から気遣われなくなっていく。そして、ここで優勢側が見落としているのが、常に上でいたいから。他人に優しくだったり、喜んでもらったりという、他人を幸せな気持ちにさせることをしないこと。他人に喜んでもらえたら、普通は自分も嬉しい。幸せにすることは、見下される立場になることではないことくらい、誰でも知っている。このことを、人を上下で見る人は忘れている。だから逆に、人から気遣われたり、優しくされたりしたときに、そのことに気づけない。それが後に、私だけ構ってもらえないにつながってくる。そうやって、だんだん置いてけぼりを食らうような立場になって、心細さや寂しさを感じても、声に出せなくなってしまうのだと思う。余計なことを言う口は持っていても、肝心なことは言えなくなってしまう。可愛さゆえの特別という特権は、彼女たちが築いてきたものではなくて、周りの大人が無意識ではあっても、無責任な浅はかさで作られたものなら、彼女たちも、ある意味、犠牲者だと思う。でも、彼女たちが、このことに、自ら気づいていくことも、死ぬまでないように思う。私の場合、彼女はそうだった。まだ彼女は、生きてはいるけれど、彼女は、構ってもらえなくなると、どんどん、奇行な行動をとるようになってきてた。その姿は、綺麗な時、ちやほやされた時とは、ほど遠い、真逆の姿だろうと思う。結局、彼女たちが、心から望んでいたことは何なのか、今もわからない。かわいそうだし、気にはなるけど、私はもう、助けたくないし、会いたくない。彼女の周りで、しっかり向き合わなかった人たちのことも、私の中では、もう信用できなくなっている。ということで、これでおしまいです。ここまで見てくださった方、本当にありがとうございます。途中途中で、点々と話が変わっていきますが、状況を詳しく書くわけにもいかず。でも、分かっていただけたり、共感してもらえる部分があったらいいなと思います。同じような境遇で、今も辛い思いをされている人がいたら、あなたは何も悪くない。あなたの辛い気持ちを出させないようにしている人が悪い。と、私は言ってあげたいです。さて、入院中の出来事シリーズはここでおしまい。このシリーズを書くことで、私は思いの丈をかなり出すことができました。癌で入院した時間は、長年、私が悩んできたことを、はっきり言語化できた時間になりました。私の中のインナーチャイルドも、全部ではないけれど、癒された感じがします。本当に、学ぶことの多い、実りのある時間でした。この期間に出会えた、病院で、私と関わってくださった皆様に感謝いたします。そして、私の動画を見てくださっている皆様にも、とても感謝しています。ああ、YouTube、やっててよかった。皆様に出会えた時間は、私の宝物です。いつも、優しく見守ってくださり、ありがとうございます。大好きです。一緒に頑張りましょう。ということで、今回はここでおしまいです。ここまで見てくださった皆様、本当にありがとうございます。よかったら、次回も見てくださいね。と言いたいところなんですが、今後、動画にしてみたいこと、みたいなものは考えているのですが、それをまだ、うまく形にすることができていなくて、いつできるかも、見当がつきません。2025年の年末には、間に合わないと思いますので、
先に言っておきます。良いお年をお迎えくださいね。来年以降もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、また。投稿の方は時期に関係なく気ままに発言すると思います。よかったらそちらも覗いてくださいね。コメント、高評価、投稿もお待ちしています。皆様、いつも本当にありがとうございます。感謝しています。いつまでも元気で楽しくお過ごしくださいね。